おはようございます。メリカミタイチです。今日はバベットのステーキにガルニチュールはアリコベ、インゲンのソテー、あとソースはベアルネーズの派生系ソースショロンを紹介します。動画の中ではバベットの切り方、あとベアルネーズのモンテ、アリコベの掃除の仕方を紹介します。それでは一緒に作っていきましょう。それではまず肉の方から切っていきます。牛肉のバベットになります。このように横に筋肉の繊維が走ってますので、それを断ち切るような感じで分厚めにスライスしていきます。このバベットですけれども、日本語で言うとだいたい貝の実という部分になります。このようにある程度厚みを持たして筋肉の繊維を切るような形でスライスしていきます。切り終わったらこのまま常温でしばらく置いておきます。その間にアリコベ、インゲンの掃除をしていきます。アリコベのサイズにもよりますけども、これより細いアリコベであればそのまま両端を包丁で切り揃えてもらってもいいと思いますけども、このサイズだと両端を手でちぎった方が細かい筋が一緒に取れていいです。このように先っぽに見えるこの細かい筋が手で取ることによって取れます。もし包丁で切ってしまうとそれがそのまま残ってしまいますので、調理した後に口に残ります。少しめんどくさいですけども、両端を手でまずちぎってから、あと包丁で長さを揃えるのであれば揃えてください。今回は包丁で切り揃えず、そのままキュイヤランレーズ塩茹でしていきます。沸いたところに塩を入れて湯がいていきますけども、海水ぐらいの塩分濃度でいいと思います。ただこの後氷水、冷たい水に落とすので海水ぐらいにしてますけども、このままおかげ水に取らずに使うのであればもうちょっと塩を控えてください。ここに沸いているところに入れて好みの硬さまで湯がいていきます。基本的にフランス料理完全に火を入れ切ってしまいます。シャクシャクいった感じが残らない感じにして、火が入ったかどうかは食べて確かめて、火が入っていればそのまま冷たい水もしくは氷水に落としてください。続いてアリコベソテーに使うガレンチュールを用意していきます。まずエシャロット、皮を剥いていきます。エプリシェです。このように乾いている皮はきっちり取り除いてください。今回もしずれにしますので芯はつけたままエプリシェします。ニンニクも同様にエプリシェして半分に切って中の芽を取り除いておきます。エプリシェし終わったら半分に切って中を見て腐っている層がないか確認してからしずれしていきます。この時細かく切り目を入れて、その後横に1回もしくは2回包丁を入れてこのまましずれしていきます。この時よく切れる包丁を使って包丁前後に動かしながらしずれしていきます。ニンニクも同様に細かく切り目を入れて横に筋を入れてこのまましずれしていきます。それではアリコベのソテーをしていきます。温めたフライパンにバターを入れて溶けてムース状になるまで待ちます。ムース状になってきたらそこにニンニクの足を入れてまず炒めていきます。ある程度炒まったらそこにエシャロットのしずれを入れて軽く塩をして色をつけないように炒めていきます。エシャロット、ニンニクに火が入った段階で先ほどのアリコベを入れてこのまま一緒にソテーしていきます。全体的にエシャロット、ニンニク、アリコベが混ざり合ったところで汗染めします。塩と今回は黒胡椒を入れています。よく混ぜて味見をして美味しければアリコソテーの完成です。ちょっと塩が足りなかったので最後塩を足しています。続いて今回のソースベアンネーズから派生したソースショロンを作っていきます。まずセルフィーユとエストラゴンをアッシェにします。またこのベアンネーズの作り方、他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。今回ソースショロンなのでベアンネーズに
コンカッセトマトもしくはピューレドトマトを入れます。今回コンカッセトマトを入れますので、またそのコンカッセトマト動画があります。そちらを参考にしてください。よく洗って水気を切ったセルフィーユとエストラゴンをハッシェにします。それではベアネーズ火を入れていきたいと思います。レディクションの中に黄身2つと同量の水を入れてよくほぐしてから火をつけてモンテしていきます。卵黄を入れたらすぐにサバイヨンを描いていきます。この時卵黄を入れたまま放っておくとレディクションの酸で卵黄が変質してしまいます。ちょっと硬くなったりしますので、卵黄を入れた段階でそのまま火にかけてサバイヨン、ベアネーズを描いていきます。このようにサバイヨンを描いている時は泡立て器を8の字を描くような形で混ぜていきます。鍋底全体を混ぜながら、サバイヨンを描いている時は鍋肌、鍋の側面を触りながら温度をチェックしてサバイヨンを立てていきます。このように鍋底が見え出してきたら火が入った証拠です。ここでバターをモンテしていきます。モンテしだしたら火は止めます。私個人的にはフレッシュのバターでモンテしていきます。もちろんブールクラリフェスマッシュバターを使ってもいいですし、オリーブオイルを入れてもいいと思います。ただフレッシュバターを使うと乳脂の部分も入って非常にクリーミーで美味しく仕上がると思います。きっちり火が入ってバターでモンテし終わったらパッセ、こしていきます。この時エシャロットの中にもうまみが入ってますので、よく絞ってうまみを完全に絞り切ってください。このようにきっちりこし終わったら、ゴンベラを使ってこし器の裏についているソースをきっちりと取ります。それではソースショロン仕上げていきます。塩をしてそこにセルフィーユとエストラゴンの足を入れます。最後重要なのがトマトコンカッセです。このトマトコンカッセ、夏の美味しい時期に大量に仕込んで冷凍保存しておくととても便利です。あとはよく混ぜて、これでソースショロンの完成になります。このまま温かいところに置いておいてください。続いてステーキの方を仕上げていきます。きっちりと常温に戻ったステーキに塩コショウで汗止めしていきます。両面きっちりと汗止めします。もちろんこれ焼く直前にきっちりと汗止めしてください。それでは温めたフライパンに最初からバターではなくオリーブオイルを入れて焼いていきます。もちろん好みのオイルを使ってもらっても構いません。よく温度が上がったところでまずステーキを置いていきます。最初からバターを入れてしまうと肉に色がつく前にバターが焦げてしまいます。ですので最初はオイルもしくはブールクラリフェスマッシュバターで焼き始めて、最後バターを入れて仕上げていきます。ここでフレッシュバターを入れてステーキの方を仕上げていきたいと思います。バターを入れたらこのように全体になじむように肉の下にバターがいくようにしながらフライパンを揺すってバターを全体的になじませていきます。この時バターが焦げずずっとムース状になっている状態を保ちながら仕上げていきます。バベットすぐに火が入ります。ですのでここで引き上げてしばらく休ませます。それでは盛り付けていきたいと思います。温めたお皿に先ほどのアリコベのソテーを盛り付けます。あとは先ほど休ましたお肉ステーキを置いてソースショロンをかけて完成になります。このバベットというお肉ですけども、結構赤身の味が強くて噛み応えがある部位になっています。もちろんサシは入っていませんので、ベアルネズショロンのように結構油の入ったバターの入ったクリーミーなソースとよく合うと思います。
今回紹介したソースショロンの元になっているソースベアンネーズですけども、今回紹介したテクニックを使えば家でも簡単にできると思います。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。